こんにちは、トバログです。今回はトーラスの提供でケーブルが内蔵しているこの充電器について紹介していこうと思います。これ系のデバイス最近ねよく見かける気がするんですけど、実際使ってみるとめちゃくちゃ便利ですね。なんかちょっとカフェに行く時とか外で作業するような時にガジェットポーチに入れてても全然ねかさばらないし、例えばデスク周りでちょっとスマホだけ充電したいんだよなっていう時にケーブルダランって垂れてね椅子に干渉したりとか、そういう心配もなくなるし、その辺がね地味に便利なアイテムですね。今回はこのトーラスの充電器実際どういう風に使ってるのっていうところと、あとデスク下に固定するための器具をねちょっと 3D プリンター初めて自分のモデルをプリントしてみたので、その辺も含めて紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで今回紹介していくのがトーラスのフレックスラインっていう巻き取り式ケーブルを内蔵した充電器です。いいですね。ケーブル内蔵型ってなんか昔からちょいちょいあるような感じがするんですけど、ここに来てなんか進化してる感じがしますね。今回はこの 40W 給電ができるモデルと、あと新たに今年発売されたばかりの 67W 給電がこのサイズ、このケーブルをね収納できるこのサイズでできるっていうこの2つを紹介していこうと思います。40W は iPad とかスマートフォン、67W はPC を含めタブレットとかスマホも充電していきたい、そういう人たちに向けたアイテムって感じです。冷静に考えてこのサイズでケーブル入って 67W ってなかなかいいですよね。最近の13インチぐらいの持ち運べるノートパソコンだとある程度ねこの 65W ぐらいの給電ができればかなり満足なものが多いと思うので、そういった層にバチバチ刺さりそうな印象です。じゃあちょっとね筐体に関して見ていこうと思うんですが、造形に関してはこんな感じでつるんとしたなんか光沢感のあるデザインっていう印象です。最近こういうモバイルバッテリーとか AC のトレンドなんですけど、個人的にはもう少しマットな質感の方が傷も目立たなくて嬉しいなっていう感じですね。インターフェースに関しては意外とこれタイプ C のポートがそれぞれ備わってるんですよね。なのでこの巻き取り式の充電器でグイッとこれでねメインスマホを充電しつつ、なんかカメラとかあとWi-Fi ルーターとか旅先でもねそういうの充電したいなっていう時は別途充電ケーブルもしくはデータ転送用のタイプ C を持っていればここでねそれぞれ給電することができます。ちなみに僕が最近購入したこの Surface Pro の12インチ、これに関しては 27W 給電ができれば良いので、この 40W の方を持ち歩けばねもうこれ電源に挿してパチッとするだけでこれで充電ができちゃうんですよね。結構ね急速な充電にも対応しているので、この装備でなんか出先で作業して一日中これでいけるっていうのはすごく安心感があります。それにしてもこの構造結構好きですね。なんか巻き取り式のこういうケーブルって結構安っぽいとか、あとなんかこのぐるぐる回るパーツがここに来たりするじゃないですか。でそれでなんかぶら下がってると結構ここがねブラブラ重みがくる印象があるんですが、これの場合片側でグイッと巻き取ってくれるスタイルなので、本当になんかメジャーみたいな巻き尺とかあと掃除機のああいうやつみたいな感じで使えるから、なんかすごい洗練されてる感じがあります。これケーブルに関してはよいしょ、この 67W 給電ができる方がだいたい1メートルぐらい伸ばすことができて、 40W の方がよいしょ60センチくらいかな、60センチぐらい伸ばすことができるようになっています。で結構このケーブル見た目が華奢でこれ本当になんか耐久性大丈夫なのかなっていう感じなんですけど、一応ね2万回以上のこの巻き取りに耐久があるみたいですね。若干ちょっとこのカチカチ音が気になるかなっていうのと、間違ってここで一回引っ張っちゃうと戻っちゃうので、そこだけね気をつけてほしいところですかね。でサイズに関しては 40W と 67W なんですけど、見た目はそんなに違わない印象なんですが、結構ね重さとかがちょっと違うかなっていう感じです。それぞれ重さが 40W の方が 124g で、この 67W の方が 148g っていう、スマホ1台分よりは軽く持ち歩けるっていう感じ。ケーブルね備わってると若
干やっぱ大きめになるのかなって感じなんですけど、参考までに手元にあった無印のね急速充電器、こっち 65W でケーブルなし、こっち 67W でケーブルありと比べると意外とこのサイズ感っていう感じですね。でポートの数が違うので一概にどっちがいいとかそういうのはね言えないんですが、ケーブルを内蔵しててこのコンパクトさに収まってるのって結構すごくないですか？これまでだったらこれプラスこういうねケーブルをぐるっとまとめて、これをねこんな感じでかさばらないようにポーチに入れて持ち歩いていたのが、これケーブルが内蔵されることでこんな感じでカバンのポケットに適当にこうパコッと入れておけばそのままいつでも使えるっていうところは魅力的かなって感じです。いいわ。ちなみに価格に関しては割と高めではあります、正直なところ。ただプライムデーとか Amazon セールで頻繁に結構な割引がされているので、そのタイミングを狙って買うのがいいかなと思います。あと簡単な仕様はこんなところですかね。それぞれの出力数はちょっとね2ポート使うときはばらけますよっていうところと、あとカラーはね2色展開で、このホワイト系のものとサンドベージュみたいなタイプの2色展開ですっていう感じで、持ち運びにも便利なんですけど、どっちかっていうと僕の個人的な悩みとしてはデスク周りの充電システムですね。ちなみに今のデスクのケーブル周りはこんな感じです。いや良くないですね。見栄えがねちょっとこうだらーんとしてて良くないっていうのもあるんですけど、いつの間にかケーブルが下に垂れ落ちてて、でそれをね椅子でこう踏んじゃったりするっていうのが割とストレスであるんですよね。その辺をねちょっとこのトーラスの充電器だったら、ケーブルそもそも収納できるから解決できるんじゃないかっていうところで、今回はちょっと 3D プリンターを用いて、実際にちょっとしたモジュール作っていこうと思います。はい、実はトバログ 3D プリンター用のモデル自作したことがないんですね。こんな感じで普通のね既製品みたいなのを印刷して楽しんだりはあるんですけど、実際にモデリングするのは今回が初めてです。というわけでまずはこんな感じでちょっとスケッチを描いています。実際のサイズ感を用いながらこういう構造にしたら便利なんじゃないかとか、こうデスク下にあるとどのぐらいのサイズだといいんだろうみたいなのをこんな感じで概要を書いていくわけですね。で僕のデスクの場合だとプレダクツっていうデスクで、デスクのね天板の裏にレールが貼ってあるんですよ。そこにガシッとくっつければいつでも取り外しができるモジュールが作れると思うので、その取り外しやすさと、簡単にねこうつけられるようにするっていうのを意識しています。で普通だったら多分 CAD とか Fusion 360とかそういうツールを使うと思うんですけど、僕はそういうのがねなかなか使いこなせなかったので、ちょっと一旦ブレンダーで今回のモデルをモデリングしています。あんまり 3D プリンター用のデータの構築にはね向いてないみたいなんですけど、前もね触っていたことがあるし、僕の中では割と使いやすいソフトなので一旦今回はこれを使っていますね。ただやっぱりね実寸大でこのミリ単位でねこのパーツこのぐらいとかをね合わせるのはめちゃくちゃ難しかったです。プラグイン入れればいいのかも。で意外とここでモデリングしたデータそのまま 3D プリンターに持っていけるんですよね。 STL っていうファイルに書き出すとバンブーラボのね、ツールがありまして、そこで自動的にモデルの中身の構造だったり、あとサポート材のね設計みたいなのを全自動で行ってくれるので、本当に僕はボタンを押すだけでこんな感じで印刷ができてしまいます。だいたい2時間ぐらい印刷すると一つのこのパーツができるようになっていて、今回はいろいろねこう使ってみながらここ違うなとかがあったりしたので、最終的に出来上がったモデルはこんな感じですね。本当にプロトタイプというか DIY 感は否めないんですけど、意外と寸法はねすっぽりこう収まってくれる感じになっていて、でここの小窓からしっかりとケーブルを引っ張り出すことができます。で僕が使ってるフィラメントがホワイト系で、しかもマットな質感なので、この雰囲気すごい好きですね。真四角な印象で。でこの天板裏にはモジュールを備えるためのレールが備わっているので、このさっき作ったプリントをよいしょ
こういう風に装着するとしっかりと固定することができます。めっちゃ良くないこれ。強いて言えばこの面がここまでせり出してくれると一番良かったんですけど、なんかちょっと僕の技術ではあんまりうまくいかず、こっち側にコンセントはわせるってなるとこの形状が今のところいいかなっていうところですね。で使いたい時はこんな感じでこの部分を引っ張ればそのままねケーブルが使えるので、スマートフォンにガシャって挿して、で使い終わったらこうダラーンとならずにこのままこう戻ってくれる。いやこれは最高じゃないですか、この感じで。割とこの充電器そこそこ高いのであんまり何個も買うのは嫌じゃないですか。そういう場合にこうカシッとねすぐにこう取り外しができて、持ち運びする時はこう使えるし、自宅で使いたい時はすぐこれに入れてこうカシッとね回せばいい。このまんまこう取れるか、このままこう取ることもできるので、家で使う時だけここに入れとくみたいな使い方もしやすそうです。いや初めての 3D プリンターモデリングにしてはなかなか上出来じゃないでしょうか。はい、というわけで今回はこのトーラスのケーブルが収納できる AC 充電器について紹介してみました。実際にね2週間ぐらい使ってみたんですけど、やっぱ、ケーブルが最初からあるっていうのはすごくありがたいですね。結構僕の場合充電用のケーブルとデータ転送用のケーブルで分けて2つ持ち歩いていたので、それがね片方1個に集約できるっていうのはすごくメリットだなと感じます。あとやっぱ個人的にはねデスク周りの充電のねケーブルが結構これでシンプルになったっていうのはめっちゃいいなと思います。デスクにキャスターついてるんですけど、デスクのキャスターこうやって動かす時とかで毎回こうねケーブルを拾ってちゃんとしっかりね直していたので、その辺全くなくなったし、充電周りがすごくスッキリしたっていうのが個人的には一番のメリットっていう感じですね。持ち歩きにも便利なんですけど、その辺はやっぱ最高だと思います。で使ってて若干気になるなっていうのだと、サイズ感と重さですかね。ケーブルは内蔵しているのでその分ケーブル持ち歩く心配はないんですけど、どうしてもね本体サイズそれなりに大きくなってしまうので、この辺はちょっとだけですね、ちょっとだけ気になるポイントです。でどっちかっていうとサイズよりはね気になるのはこのケーブルの長さとこのカチカチの音かな。結構ね子供が小さいんで寝てる時にね使いたいなと思うんですが、この割とカチカチ音が大きめなのでこの辺は若干気になる印象です。であとケーブルの長さもそんなにすごい長いわけではないので、この辺はね長さ選びたいなっていう人は別途ケーブルを使ってこの Type-C のポートから給電するとか、そういうね使い分けも必要かなとは思います。実際に使った感想そんなところですかね。思ったよりもケーブル内蔵されることによって日常のストレスが減るので、これはね一つ持っておくとおすすめかなと思います。というわけで今回の動画終わりにしようと思います。トバログの動画ではルームツアーの他にいろんなガジェットレビューもしているのでぜひチェックしてみてください。あとガジェットが好きな人だったらこういう本をね出していて、ここでガジェットのエッセイみたいなとか出会った理由とかも書いているので、そちらもぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。